前震の時は仕事中で突然これまで経験のない揺れを感じました。外に出ますとたくさんの人たちが道に避難していました。周りにはガスの匂いが充満してて、泣いてる人、怖くてしゃがみ込んでる人、たくさんの人たちがいる状況でした。本震の時は、避難所で仕事をしておりました。前震の時よりもはるかに大きな揺れで命の危険というものを感じました。その後たくさんの何百人という人たちが避難所に避難してきて、中には怪我をされている人たちもいらっしゃいました。一時期は300カ所ぐらいに避難所、3000名ぐらいの職員が各避難所に、夜間問わずについていたと。そこでいろんな避難された方からのご要望であったり、または行政としてお伝えしなければならないことは多々あったのですけれども、そこに対して全く優先のネットワークしか持っておりませんでしたので、もう完全に全くそういうインターネット環境がないところではあるのは、基本的には携帯電話だけのやり取りということで、非常に情報の複層が起こりました。R ネットが導入されてからは、必要な情報を必要な時に取りに行けたり、必要な情報を必要な時に出すことができました。それからは避難されている市民の皆さんに集中して仕事ができるようになりました。その日々の避難者数についても対策本部で毎日把握してるんですけども、それがR ネットでやり取りできるっていうのだけでもかなり負担は減りました。普段使い慣れている Excel だったりとか市役所の掲示板機能ともう様式がほとんど同じだったので、全職員が使えたのでかなり助かりました。モバイル、クラウド、それをつなぐ、ネットワーク、通常では Wi-Fi 環境というのは震災の時はマストだと考えます。地震から1年経ってみますと、まだまだ苦しんでいる人もいますが、元の生活を少しずつ取り戻している人たちもいます。市民の皆さんの時間も、職員の時間もですね、大切にマネジメントしながら、生産性を上げて、質の高い行政サービスを提供していく、これが市役所の一つの大きな柱になっているというふうに思います。そのためにはやはりこういう ICT の技術を駆使して、それからクラウドをやはり活用したですね、働き方の改革、そして業務の改善、こういったものにつなげていきたい、このように考えています。熊本市は今回被災をしましたけれども、この震災から立ち直って復興していくという中で、やはり市民生活が今まで以上にですね、豊かなものになるように上質な生活都市熊本を目指すということです。